私の名前は早野花、40歳の会社員。同い年の夫のひろしと10歳になる娘のみーと3人で暮らしている。ひろしと出会ったのは会社の同僚からの紹介だ。ひろしの第一印象は明るくて優しい人。普段は私は人見知りが激しいが、ひろしとは初対面でも話すことができた。それはひろしのコミュニケーション能力が高いからだと思う。私自身も最初から仲良くなれる人はなかなかいないので驚いていた。その後すぐに意気投合し、私たちは交際を始めた。付き合ってからもひろしは変わらず優しかった。行きたいところに連れて行ってくれたり、大変な時は悩みを聞いてくれた。ひろしとは素の関係でいられるし、何より優しいところが好きだった。だから、ひろしからプロポーズされた時は、すぐに承諾したのだ。私たちは、トントン拍子に29歳で結婚し、翌年には娘のみーが生まれた。可愛い娘が生まれて、私はますます幸せな気持ちでいっぱいになる。優しい夫に子供がいて、私は誰から見ても憧れる家族だろう。それくらい有頂天になっていた。しかし、そんな幸せな私にも悩みはあった。それは、ひろしの母である義母の貴子さんのこと。貴子さんは初対面の時から感じが悪かった。会った時からニコリともせずに淡々と話す感じが怖いのだ。最初、貴子さんは人見知りなのかと思ったが、その後の嫌味の数々からただの人見知りではないと感じ、私は初対面から貴子さんが苦手になった。まず第一に私の経歴や仕事をバカにしてくる。あんなバカな高校に行ってたの？私はバカな学校とは思ってないので。最初は私が通っていた高校の悪口から始まった。ひろしみたいにしっかりしなさい。花さんはただでさえのろまなんだから。すいません。会うたびに何かしらの嫌味を言われる。でも普段一緒に暮らしているわけではないので多少は我慢できた。それに私はひろしとみーがいるし、私は家族が心の支えだった。しかし私の幸せも徐々に崩れ去ってしまったのだ。みーが10歳になる頃からひろしが私へ暴言を吐くようになっていた。きっかけは忘れたが、確か私が買い物をし忘れた時のことだった気がする。なんで忘れんだよ。普通覚えてるだろう。いつもは怒らないひろしが声を荒らげたのを聞いて私は驚いた。些細なことでは怒らない人だったのに。そこからひろしの暴言はエスカレートしていった。花は本当に役立たずだな。ごめんね。ちゃんとするから。それから毎日のように嫌味を言われるようになる。最初は我慢できていたが、これが毎日続くとこちらも辛い。それにみーもその姿を見ている。娘のためにも声を荒らげるのはやめてほしいと私は伝えた。お前がしっかりしないのがいけないんだろう。そうだよね。ひろしのあまりのきつさに私は言い返すことができなくなってしまった。ひろしの心が変わらない限り、この状況は変わらないだろう。私も人の心までは動かせない。一度、みーを連れて家を出ようとしたこともあった。その時、ひろしに言われた。家を出て行くのは勝手だが、みーの親権は俺がもらうからな。ひろしは自分が親権を取ると言い出したのだ。そんなことをされたらみーに会うことができなくなる。それだけは嫌だったので、私はひろしからの嫌味に必死に耐えていた。嫌がらせは
それでも止まらなかったのだ。ついには、貴子さんとひろしが結託して私に嫌がらせをしてくるようになった。ある日、義実家に行った時、貴子さんが私たちに料理を作ってくれたのだ。義実家では義父はすでに旅立っており、貴子さん一人で暮らしている。貴子さんとはあまり会いたくなかったが、拒むとひろしに何をされるかわからない。それが怖くて私はついていくことしかできなかった。初めて貴子さんの料理を食べたとき、私だけ強い辛みを入れられて倒れそうになったことがある。他の人は普通に食べてるのに、私の料理だけ異常に辛かったのだ。もともと辛いのは苦手と伝えていたので、わざと入れたのだろう。私が苦しんでいる時に、貴子さんとひろしがニヤニヤしていた顔が忘れられない。だからそれ以来、義実家にはあまり近づきたくなかった。しかし、ある日ひろしが言ったのだ。明日ミーと三人で実家行くから。え？明日？急な宣言に私は戸惑った。私は次の日に前々から入っていた予定があったからだ。明日は用事あるんだけど。家族よりそっちの方が大事なのか？断れよ。ひろしの圧があまりにも強すぎて、私はキャンセルせざるを得なかった。私のことをひろしは全然考えてくれない。次の日、私は重い気持ちで義実家に行った。貴子さんは私とミーに席に座って待ってるように指示した。部屋の奥からは美味しそうな匂いがしてくる。料理でも作っているのだろうか。ひろしも手伝いをしてくると言って席を立った。私は部屋に残されたミーと一緒に完成を待っている。私がちらっとキッチンを覗くと、やはり貴子さんとひろしが二人で料理をしている。それよりも私はミーが心配だった。一緒に部屋に入った時から何やらそわそわしているのだ。落ち着きがなく手をいじったり部屋の中を歩き回ったりしている。また部屋のいろいろな扉を開けたり足もバタバタさせている。どうしたの？何かあった？なんでもないよ。ミーは何でもないと言うが、ミーの表情は明らかにこわばっているし、普通の状態ではない。普段のミーは明るくてニコニコしている子なので、こんな顔を見るのは初めてだった。不審に思った私は、ミーのカバンにボイスレコーダーを仕掛けた。ひろしと貴子さんから日常的に嫌がらせを受けていたので、ボイスレコーダーを常に持っていたのだ。私たちが部屋で待ってると、ひろしと貴子さんが料理を運んできた。いよいよだ。美味しくできたからたくさん食べてね。貴子さんの笑顔がいつにも増して不気味だ。じゃあみんなで食べようか。私たちは席に着き、私以外の三人はご飯を食べ始める。私は嫌な予感がしていたので、一口食べるふりをしてトイレに行くことにした。私がいない時にどんな会話をしているのか聞こうと思ったのだ。遠隔で音声を聞けるボイスレコーダーにしていたのが功を奏した。ボイスレコーダーからはこんな会話が聞こえた。今日の料理には下剤を大量に入れたから今頃出てこれないんじゃないかしら。それは大変だな。あいつがどれくらい苦しむのか楽しみだな。私は料理に下剤を入れられていたのだ。もちろん食べてないからいいけど、そんなもの大量に入れられたらどうなることか。命に関わることになるのではないか。私は焦ってそのまま警察に通報した。このままひろしと貴子さんを野放しにはできない。これ以上好き勝手にさせてたまるものか。私はトイレから出て席に戻った。ひろしと貴子さんは二人で楽しく話していて、ミーは変わらずそわそわしている。
私はヒロシとタカコさんにボイスレコーダーを突きつけた。これはどういうことですか？何よそれ。あなた何を思ってたの？タカコさんは知らん顔だ。それも当然だ。ボイスレコーダーは私が勝手に仕掛けたものだから。私は録音されていた内容を二人に聞かせた。下剤を大量に入れてやったから？どんな顔するのか楽しみだな。先ほどトイレに行っている時に聞いた音声だ。録音を聞き終えると二人はぎょっとした顔をしていた。まさか悪事がバレているとは思っていなかったのだろう。しかしその後、タカコさんとヒロシは怒り出したのだ。こんなものを隠しておくなんてプライバシーの侵害よ。俺と母さんの会話なんか録音して何がしたかったんだ？やはりこの親子は似ているのだ。自分に都合が悪いことがあるとすぐに人のせいにして怒鳴り散らす。優しかったヒロシの頃はどうしてこの義母の息子なのだろうと不思議だったが、今なら納得できる。とても哀れでかわいそうだ。先にひどいことをしたのはどちらですか？私は二人に反撃をした。本当は幼い娘の前でこんな言い合いはしたくないが、これ以上エスカレートすると何をされるかわからない。反撃するならこのチャンスしかないのだ。これ以上ヒロシとタカコさんに振り回されたら私の心が壊れてしまう。もちろんミーにも間違いなく悪影響だし、こんな父親や祖母からは一刻も早く離れさせてあげたかった。私はずっとヒロシやお母さんからの嫌がらせに耐えてきました。俺がいつ嫌がらせしたって？ヒロシは自覚がないらしい。あなた、義母に向かって失礼すぎるわ。私もヒロシも嫌がらせなんかしてないわよ。私はいつだか聞いた言葉を思い出した。嫌がらせをしている本人は嫌がらせをしている自覚がないという。なんともひどいことだが、世の中はそのような人が多いらしい。ヒロシとタカコさんはその言葉によく当てはまる。聞いた言葉は本当だったのだ。しかし、こういう言葉もある。嫌がらせされてる人が嫌がらせだと認識したら、それは嫌がらせだと。だから私がされていることは立派な嫌がらせだ。それもヒロシからは毎日のようにされていた。ミーが見てようが見てまいと。小さい子供の前でそんなことができる神経が私にはわからない。確かにミーの前ではいい父親だが、嫁に対する扱いと違いすぎる。花みたいな人になるな。父さんを見習え。ヒロシはミーにいつも言い聞かせていた。私に聞こえるようにわざと言うこともあれば、こちらをちらっと見ながら耳打ちすることもある。やってることがまるで小学生のようだ。私は内心呆れながらも今までは流してきたが、今回ばかりは我慢できない。二人は自覚がないようだけど、十分な嫌がらせだから。だからどこが嫌がらせなんだよ。ヒロシが認めようとしないので、私は例を挙げた。最初にヒロシに嫌がらせをされるようになったきっかけは、私が買い物を忘れた時のこと。すっかり頭から忘れていた私も悪いが、ヒロシが必要以上に責めたのだ。お前はどんくさい人間だからダメなんだ。私の人格を否定するようなことまで言ってくる。そこから嫌がらせが始まり、たくさんのひどいことを言われた。花みたいな人間と結婚した俺がバカだった。花は生まれた時からやり直した方がいいぞ。私はヒロシから今までされてきた嫌がらせをすべてスマホに記録していた。何かあった時に使えると思ってずっと記録をつけていたのだ。ちゃんと言われた日にちや時刻まで書いてある。ヒロシが白を切ることはできない。うちのヒロシがそんなことするはずないわ。
悪いのは花さんよ。貴子さんが責めてくるが、もう私には関係ない。貴子さんからの嫌がらせ記録もちゃんと残してあるから。お母さんは私の高校をバカにしましたね。それいつの話よ。まだ根に持ってるの？私は首を振った。確かにお母さんからしたらバカかもしれませんね。でもそうやって人の頑張りを否定するのはどうかと。私は貴子さんやひろしに人格否定されたことに腹が立っていた。人にはいろんな事情がある。それを自分の視点からしか考えられずに全否定されるととても惨めな気持ちになる。私は一時期自分はどうしてここにいるのだろうと思ったことがあった。いろいろ言われすぎて心を病んでいたのかもしれない。自分の存在理由や意義がわからなくなっていたのだ。ひろしや貴子さんの言う通り、自分は何もできないと思ってたし、ミーの母親失格だとも思っていた。でも、どんな時もミーの存在が支えになってくれた。いつも仕事が終わって家に帰ると、ミーは明るく出迎えてくれていた。疲れたでしょ？お帰りなさい。ミーは幼いながらに私をいたわってくれて、家事も手伝ってくれるようになった。大変な時は私がお手伝いするからね。ミーはヒロシには全く似ていない、とてもいい子に育った。年頃だから悩みもあるはずなのに、それをみじんも見せない。親である私たちのことを一番に考えてくれる。もちろん、まだ10歳なので遊ぶときは思いっきり遊んでいる。子供のような、大人のような、ミーがとても頼もしかった。ミーがいてくれるから私は今ここにいられる。だから私には怖いものはなくなっていた。ミーの前で大人げないわね。私はピシャリと言った。子供の前でいつも怒鳴り散らして恥ずかしくないのかしら。本当に二人とも大人ですか？私の言葉にヒロシもタカコさんもますます反抗する。なんて嫁なのかしら？花がしっかりしないのがいけないんだろう。ヒロシはすべて私が悪いと押し付けてくる。まるで自分が正義かのように。そんなところが私のストレスになっているのだ。確かに私はしっかりしていないし、ヒロシに比べて容量も悪い。ヒロシの方がきちんとしているのも事実だ。これは私の努力不足だと自分でも思う。だからといって人格否定をしていい理由にはならない。私には私のペースがあるし、これまで歩んできた人生もある。ヒロシはそれを全否定するのだ。タカコさんと一緒になって。少し前の話になるが、初めて二人でいびってきたのは私の両親のことだった。私の家は両親二人とも明るくて優しい性格だ。穏やかな家庭でのびのびと育ち、家庭環境はとても良かったと思う。私も親になったら両親のようになりたいと思っていた。しかし、タカコさんとヒロシはそんな両親のことをバカにした。そんな甘い両親だから人間としてダメになるのよ。両親からしてダメ人間なんじゃないか。タカコさんもそれもそうねと言って二人で笑ったのだ。この時私は初めて二人に嫌悪感を抱いた。自分の大切な両親をバカにされて怒らない人はいないだろう。私は両親のことを大切に思っていたからなおさら腹立たしかった。この人たちは私の親の何を知っているのか。うちの両親たちのことを知った上でバカにしているのか。ヒロシもタカコさんも両親のことは何も知らない。二人がどんな苦労をして人生を歩んできたかも知らないくせに。私の両親とタカコさんが会っている回数はとても少ない。普段から交流はなく、結婚後に1、2回会ったくらいだ。それがこんなに見下されていたなんて。
私は貴子さんに怒鳴り散らしてやりたい衝動を必死に抑えていた。そして自分を責めたのだ。私がどんくさいから両親が馬鹿にされた。迷惑かける娘でごめんねと心の中で謝ったのだ。でも今の私はもう負けない。どんなに大切な人を馬鹿にされようとおかしいのは貴子さんとひろしなのだ。ひろしと貴子さんは私の両親のことを話し始めた。やっぱりバカ親から生まれる娘はこんななのね。うちみたいにエリートの家系に生まれなくて残念だね。バカ親という言葉に私は怒りが頂点に達した。私のことはいくらバカにしようが、両親のことだけは悪く言わないでほしい。うちの親のことをバカにするな。私は思い切り叫んだ。大声で叫んだので、貴子さんもひろしも少しびっくりしている様子だった。でも我慢できなかったのだ。今までの不満が爆発しているのだろう。私ってこんなに大声が出るんだと自分でも驚いた。なんだよでかい声出して。ひろしは私に向かって再び怒鳴ってくる。相変わらず反省してないようだ。貴子さんも続けて怒鳴り出して収拾がつかなくなっている。その時家のチャイムが鳴った。こんな時に一体誰なのだろう。ドアを開けると警察の人が立っていた。花さんからの通報で来たんですが。私が花です。ようやく現れた救い主に私は心からほっとしていた。突然現れた警察にひろしと貴子さんは戸惑っている。料理には大量に下剤を入れたから証拠のボイスレコーダーを再び流す。こちらの奥さんが料理に下剤を入れたんですね。警察の人は貴子さんの方を向いた。花さん、このような二人からの嫌がらせは前からあったのですか？私はうなずいた。そして日頃からひろしや貴子さんからいびられたことを話したのだ。すると警察は言った。今回はボイスレコーダーで証拠をつかみましたが、日頃から嫌がらせされてる証拠は？私はしまったと思った。ボイスレコーダーは持っていたが、お守りとして持っていただけで、実際はあまり活用していない。証拠がなければ、こんなにも不利なのかと私は落ち込んだ。このままだと、ひろしも貴子さんも事情聴取だけで終わってしまうだろう。貴子さんとひろしはその様子をニヤニヤと見ている。ほら、証拠も何もないじゃない？俺たちの方が正しいだろう。私は悔しくなった。やはり私一人の力だと説得すらできないのか。しかし、そこで思わぬ人物が顔を出した。おばあちゃんとお父さんはお母さんにひどいことをいっぱいしてたんだよ。それはミーだった。突然のミーの発言に私は驚く。私たちが言い争いをしている間、ミーはずっとじっと黙って座っていたので何も言わないだろうと思っていたのだ。しかしここで今日ミーがずっとそわそわしていた理由が明らかになる。私、おばあちゃんたちから止められてたの。お母さんの料理に下剤入れたのを見ちゃって、そしたら黙ってろって。なんですって？そんなこと言われたの？私が貴子さんの顔を見ると罰の悪そうな顔をしている。お母さんにバラしたらもっとひどいことするって言われたから何もできなかったの。申し訳なさそうに謝るミー。でもミーはちっとも悪くない。私は貴子さんとひろしに心底呆れた。幼い子供を脅す大人なんて聞いたこともない。それにミーは二人にとって娘と孫だ。可愛いミーを脅したなんてこの人たちの神経はどうかしている。それだけじゃないよ。ミーはまだまだたくさんのことを話してくれた。私日頃からお母さんの悪口をたくさん聞いてきたもの。例えばどんなもの？私はミーに尋ねた。
すぐ横では警察が話を聞いている。ミーの発言は私への嫌がらせの証拠になるかもしれない。まずは、お母さんが体調不良になるように仕向けようっておばあちゃんとお父さんが話していたわ。それから、ミーは話を続ける。最初に料理をすっごく辛くしたのはお父さんのアイデア。今回はおばあちゃんだけどね。私は耳を疑った。自分の妻を体調不良にして喜んでる夫なんか聞いたことがない。それから下剤をたくさん飲ませて最終的には倒れさせようって話していたわ。それは本当かい？警察の人も話に飛びついている。この二人は私の命でも狙っているのだろうか。最初はお母さんを傷つけることはやめてって言ったわ。でも脅されてなかなか言えなかった。ミーは私にごめんねと再び謝るが、ミーは悪くないし、今の報告に感謝していた。ヒロシとタカコさんはただのいたずらで下剤を入れたのではなく、本気で私に害を与えようとしていたことが分かったから。どうしてこんなことしたのよ？私は二人に怒鳴った。ヒロシとはお互い好きで結婚したはずなのに、どうしてこんなことをされなくてはいけないのか。両親がいて、うるさい母さんもいない花が憎かったんだ。え？私は聞き返した。俺んちは早くに父親がいなくなったから、ずっと母さんと二人。それに母さんはご覧の通り癖が強い。ヒロシはため息をついた。だから幸せそうな花を見て陥れてやりたいと思った。待って、私のことが好きで結婚したんじゃないの？私が尋ねるとヒロシは首を振る。幸せそうなお前がどんな風に落ちていくのか見てみたかっただけだよ。私の頭に血が昇った。私が好きだったヒロシは偽りの姿だったんだ。本当のヒロシは人が悲しい目に遭っているのを見て喜ぶやばい人。ヒロシの母さんも癖が強すぎるという言葉にタカコさんは怒っていた。あんたのことを一人で一生懸命育てたのは私よ。今更なんか文句があるのかしら？俺はもう誰にも期待しない。ヒロシはそう言うと背中を向けてしまった。証拠が揃ったところで、そろそろ署の方に来てもらっていいですかね。警察の人の声でヒロシとタカコさんは連れて行かれた。私は最後にヒロシとタカコさんの背中に向かって言った。二人とも警察でしっかり反省してくださいね。まあ、似た者親子だからまた同じこと繰り返しそうだけど。私の言葉に二人が振り向くことはなかったが、私はとてもすっきりしていた。長年溜まっていた不満をぶつけることができたし、二人に反撃することができたから。私はその後、ヒロシと離婚をし、ミーの親権は私に。そして、タカコさんからは慰謝料を、ヒロシからは養育費と慰謝料を支払ってもらった。警察が調べた結果、やはり料理には大量の下剤が含まれていたことが分かった。ヒロシとタカコさんは取り調べの後、解放されて家に戻ったらしいが、反りが合わなくなって親子喧嘩が続いたようだ。二人の怒鳴り声がうるさすぎて近所からクレームが来て、そのままバラバラに引っ越したのだとか。今はどこで何をしているのかもさっぱりわからない。私の隣には可愛い娘がいてくれるからもう大丈夫だ。こんな時も私の味方で正義感の強い娘がいてくれることは心強い。これからも平和に過ごしていきたい。